高原イモリ。フグと同じ毒があるんですよ。素手では触らん方がいいですね。一匹一匹お腹の模様が違って、これ10センチの毒あるんですね。触っても手洗えばいいんですけど、それで粘膜系をこすると良くない。可愛いですよね。すごい。でも綺麗ですね、お腹の。これはなんていう？カワムツです。どこにでもいる魚ですね。ウサギかな。なんかの頭骨ですよね。この歯、ウサギっぽくないですよね。この歯は。イタチ、タヌキ、なんやろ。タヌキ。歯大きい。これ川に落ちてたんですか？たまに見つけますよ。鹿の角とかね。うわ、いっぱいいた。大量。沢ガニいますね。これ。あら、なんだそれ。これがドンコですね。これ僕が一番好きな魚ですね。でこのフィールドワークって、西久松さんにとってはめっちゃ重要な活動。そうですね。やっぱり魚をメインにこう今川で取ってましたけど、耳から入ってくる情報とか匂いとかね、こう自分の中にこう溜まっていって、こう作品の中に現れてくるような感じがあるかなとは思ったりするし、やっぱり五感でスケッチするっていうか、そういう感覚がすごく大事にしてるところですよね。盗作の時間とかも思い出したりするもんですか？捕まえてる時間とか探してる時間。それはあんま考えてないですね。ああ、そうですか。なんか作品にするためのフィールドワークはそれはそうなんですけど、なんか作品にするのはこう二の次っていうか、やっぱり観察して自分のこう知識的なこう、関心とかそういうのをこう満たしてやるっていうところの方が大きいかなって感じですね。だから僕の作品ってちょっとね、よくね、鳥獣戯画の話をされるんですよ。僕の作品を見た時に鳥獣戯画をこう連想するみたいなことをね、こう言われるんですけど、僕的にはその鳥獣戯画を意識したことは一切ないんですよ。だけどどことなくちょっとこう愛嬌があったりとか、こう表情があったりとか、人間的な動きをしてるっていうのは、それは全てもやっぱり観察の結果そういう動きをしてるから、事実をこうつぶさに描いているっていう感じなんですけどね、僕としては。で絶対的な距離感みたいなのがあって、最初の1匹を描くと必然的に2匹目3匹目のその位置が決まってくるんですよ。だから同種やったらここまでは行くけど、ここ以上は近づかない。で別の種類やったらもうこれ以上は行かないっていうギリギリのねラインがあって、その小さな緊張感が大きな調和を生み出してるんですよ、自然っていうのは。だから僕もそれを意識してやっぱり配置はしていくんですよね、作品の中で。何かが今いました。見ていっていいですか？もちろん。
れはあれを記録したいっていうのはどういうところから考えてるか。記録したくならないですか？いやまあまあまあ、いやでも、いやどうかな。だって、あれ例えばまあそのいつかああいう生き物をね絵描くとするじゃないですか。でその時にまあ動物園なりなんなり見に行くで、スケッチとかする。だけど基本的にピタッとは止まってくれないですよね。ピタッと止まってくれないし、動き回ってるし、で自然界でこう見かけるやつなんか一瞬でどっか行っちゃうし、そういう時にやっぱりああいう静止した状態、言ったら剥製みたいなものですよね。静止した状態のつぶさに観察できる資料があればやっぱ違いますよね。そっか。僕の作品は神道の、日本古来からの神道、八百万のそういった信仰であったりとか、そういったものをこう作品の中に組み合わせて入れる、モチーフと構成して入れるっていうところと、仏教的な思想、組み合わさったその神仏集合っていう考え方、研究観察している、水中世界と組み合わせて描いていくっていうことをやってるわけですけども、基本的に根幹には観察と研究っていうものがあって、でそこにその仏教的な思想が入ってくる。で仏教思想っていうのは、僕からしたらとてもなんていうのかな、科学的な、理にかなったところが多くって、でそこが僕のその目指している論文としての絵画っていうところとすごくマッチしていくっていうところで、考えて書いてますね。いわゆるその神道は存在しないですけど、仏教っていうのは経典があって、それは仏さんのその教えっていうものを読んで理解するようにあるわけですよね。でそれを視覚的に理解できるようにしたものが曼荼羅であったりするわけですけども、僕はその論文としての絵画っていうところを追求する上で、仏教がやっているようないわゆるさっき言ったような曼荼羅の視覚的に理解できるようにしているっていう部分と、自分がその論文としての絵画っていう部分で視覚的に自分の今まで観察してきた研究してきたことを視覚的にこう理解できるようなものっていうところで、取り入れてやってるっていう感じですかね。はい、基本的にはその生き物が持ってる固有の色っていうのは大事にもちろんします。観察の結果って言ってるぐらいですから、そこがやっぱりずれてくるといろんなものが崩れていくと思うので、その固有の色っていうのは大事にしています。ただ自然物の色を岩絵の具で置き換えていくっていうのは容易なことではないので 100% 再現できるわけではないですけども、なるべくそういったところは意識してます。論文としての絵画って言ってますんで、絵画と言ってる以上は見る人に届きやすい、入りやすい、見やすいような導入っていうのかな、絵画として見える工夫っていうのはある程度やっぱ必要なんですよ。じゃないとただの図鑑の挿絵になっちゃうので、なんで、そういったところで演出っていう部分で塗り方であったりとか色使いっていうのは決めてるところですけど、癖もあります。昔からこういう黄土系の色とかはよく使っていたところもあって、
それが癖になってるってところもありますし、今日は一緒にドライブして僕の地元の風景を、風土を見てもらったと思うんですけど、で結局僕の根底にあるのはやっぱりこの生まれ育った環境なんですよね。自分が今まで見てきたもの、食べてきたもの、聞いてきた音楽、声、関わってきた人との会話の中の中身、そういったもので僕は一人の人間としてやっぱ成立しているし、僕以外の人もみんなそうやと思うんですよ。100% 理解していただこうと思ったらやっぱり来ていただいて見ていただくっていう、僕がどういうところで育ったかっていうのが一番やと思うんですけど、さっき言ったように癖もありますし、この構図にはこの色だなっていうようなところもありますし、でまた白紙の段階から今回は青色っぽい基調でやってみようかなとか、そういうこともあります。でそれはやっぱり絵画と言ってる以上は絵画の部分での役割としてやっぱり美しく見せる工夫であったりとか、受け入れやすい工夫であったりとか、そういったところによりますね。